こんにちは、望月です。2026年度の年金、今年も引き上げされましたね。私の場合、まだ見込み額ですが、年間で約 5.8 万円増えました。これで老齢年金額は300万円を超えます。ここだけ見ると、まあ増えたなという気がしますが、でも実際に計算してみると、税金や保険料を引いた手取りはそこまで増えません。当然ですが、額面と手取りは違うんですよね。実際にいくら増えるのか、そして手取りはどうなるのか、私のケースで見ていきたいと思います。私は61歳で会社をリタイアして無職4年目、64歳です。今年65歳になってから老齢年金を受給する予定です。まずは去年の年金定期便です。私の場合、基礎年金と厚生年金を合わせて年間で約257万5千円でした。さらに年下の妻がいるので加給年金が加算され、合計で約299万円。これが改定前の見込み額です。今回の改定では基礎年金が 1.9%、厚生年金が 2% の引き上げ。これを当てはめると年間で約5万8千円の増加。そうなると年金額はついに300万円台になります。それは正直に嬉しいです。ただ、この後少し冷静な話をします。なお、今回の試算は分かりやすいように、老齢基礎と厚生年金、加給年金だけを足した合計です。私個人として実際には企業年金が加わる一方で、基礎年金は繰り下げ予定ですので、まだ未確定です。65歳になり確定した時にでも改めて公開したいと思います。今回額面では305万円になりました。ただ、税金や保険料を差し引くと結果として手元に残るのは、計算すると約256万円になります。つまり増えた分がそのまま使えるわけではありません。去年計算した手取り見込みが約252万円なので、今回の手取りから252万円を引くと4万円です。手取りベースでの増分は約4万円ということになります。ここで私が大事にしている視点をお話しします。収入と支出は別々で見ると不安になりますが、一緒に見ると見え方が変わるということです。65歳になったり年金が増えると社会保険料や税金も増えます。それを見て損だと感じる方もいらっしゃると思います。もちろんその気持ちもよくわかります。ただ、私の場合で考えてみると少し違った見え方になります。
例えば65歳になると新たに介護保険料の負担が始まるのですが、その一方でこれまで続けてきた国民年金の任意加入、この毎月17,910円の支払いが終了します。つまり新しく増える負担もあるけれど、同時になくなる支出もある。実際に年額で計算すると、任意加入年額の減21万4,920円、介護保険料年額の増9万9,000円、これを差し引きで見ると11万5,920円の負担減になって、実際に生活に使えるお金はその分増える、そういう形になります。ここは税金や保険料が増えたかどうかではなく、最終的に手元にいくら残るのか、それで見た方が現実的だと思っています。実際の家計収支については毎月動画にして出しています。支出が多い時も少ない時もありますから、その中で手取りがどうなるのか、これからも見ていきたいと思っています。それともう一つよく聞く話として、投資でインフレに備えるという考え方があります。もちろんそれ自体を否定するつもりはありません。私も投資をしています。ただ、投資で増えたといっても、含み益のままでは生活費には使えません。一方で、日々の生活費は待ってくれません。そう考えると、今の生活を支えてくれるのは、やはり現金として入ってくる収入です。私の場合は配当金を再投資ではなく、現金振込での受け取りにしています。収入が少しでも増えるというのは、日々の暮らしを支える力が少し強くなる、そういうことだと感じています。そして私は収入が増えているという事実に意味があると思っています。たとえ一部が税金や保険料で引かれても、手元に残るお金は確実に増えています。増え方が少なくても増えていることに意味がある。その考え方は私にとって今後も変わりません。そしてここまで見てきて、やっぱり大事なのは、いくら使っているのかということです。よく言われる話として、年金の上昇率が 1.9%、でも物価上昇率はそれより高い。だから実質的には目減りしている、そういう見方があります。確かにパーセントだけで見れば不安になるのは当然だと思います。ただ、実際の生活は少し違った見え方になります。物価上昇率はあくまで平均です。日々の生活の中では、最近高くなったなと感じるものもあれば、
そこまで変わらないと感じるものもあって、人によって暮らし方によって感じ方はかなり違うと思います。そして何より、自分が実際に使っているお金と照らし合わせてみないと、どう目減りしているのかわかりません。さらに言えば、支出は見直すこともできます。収入の話だけをしていると、どうしても不安になります。でも、支出を把握して自分の生活に合った使い方ができていれば、収入が大きく増えなくても暮らしの安心感は高まります。私自身、家計簿をつけて支出を見える化してきたことで、これだけあれば暮らせるという感覚が持てるようになりました。だから今回の年金改定も増えたとか目減りだとか、それだけじゃなくて自分の生活の中でどうなるか、そこで見ていくことが一番大事なんじゃないかと思っています。年金はこれからも大きく増えるものではないと思います。でも今ある収入と支出のバランスを見ながら、無理のない暮らしを続けていく、それが安心につながっていくのかなと思っています。今年の年金改定、皆さんはどう感じましたか？これからもらう見込みの方、すでにもらっている方、ご自身の生活支出と照らし合わせたり、思うことをコメント欄で教えてください。最後まで見てくださってありがとうございました。このチャンネルでは定年退職・リタイア後のリアルなお金の話や暮らし・趣味のことなど、リタイア生活の様子を発信しています。チャンネル登録といいね、ハイプをいただけると励みになります。また次の動画でお会いしましょう。小さな窓に朝が溢れ、急がない時計が静かに進む。まだじゃないけど